金子でございます。ということで、第何回目かのノーカットお魚さばき。めちゃくちゃ久しぶりのノーカットさばきですけども、今日はスペシャルな魚が入りました。こちら、ブリとヒラマサのハーフ。ブリマサっていう魚。要するに、ブリとヒラマサが交配してできた、すごく貴重な魚ですね。ブリの特徴もあり、ヒラマサの特徴もある魚。で、これ天然物なんですけど、自然界でこれがね、育つっていうのは、めちゃくちゃ稀なことなんですよ。ほんと魚屋さんも初めて見たっていうぐらいの魚。ちなみにこれが21キロあるんですけど、ブリで天然物が21キロになることはもうほぼないんですよね。ブリって自然界だとこんなに大きくならないんですよ。でもヒラマサの血が入ってるからこんだけ大きくなるんですよ。で、この特徴がね、すごく面白いんですよ。で、まずこういう風に口を見てみると、この口角、ここがこう丸くなってますよね。これはね、ヒラマサの特徴なんですよ。ブリはね、こう角張るんですよね、こうやって一回。でもこういう風に丸いんで、口はヒラマサの特徴。で、体のラインに、こういう風にビーって黄色い線がヒラマサは入ってるんですけど、入ってないんですよ。ここはブリの特徴があるんですよ。で、これ尻尾。尻尾のこのくぼみが、こうね、わかりにくいんですけど、ブリに比べて広いんですよね。これもヒラマサの特徴があるんですよ。ヒレとかは完全にこうブリなんですよね。でこう顔つきはね、もうブリともヒラマサとも、なんとも言えない顔してるんですよね。で、ヒラマサだったらこんなに体高は出ないのに、すごい体高あるし、もうすげえ変わった魚なんですね。値段は普通のブリよりちょっと高い値段でしたね。で、これ取ってくれた漁師さんに聞いたところ、味はですね、ブリよりも色味と血合いの変色が遅いんですって。ブリは早めに変色しちゃうんですけど、ヒラマサはね、案外変色が遅いんですよ。だからヒラマサの血も入ってるんで、遅いんですよね。で、身の歯ごたえが、ブリのもっちり感とヒラマサのコリコリ感、二つ味わえるそうです。すげえ気になるんですけどね。よし、じゃあさばいていきたいと思います。まずはこの頭だけ落としちゃいます。これ頭落とさないとまな板に入りきらないんでね。普通の出刃でやると、出刃がボロボロになっちゃうんで、今日はこのリスナーさんからいただいた、イノシシとかさばく用の包丁、これでさばいていきます。うわうわ重っ。うわうわ血が飛んじゃった。やらかした。硬っ。背骨が落ちないな。ナタでいきます。しゃ、赤マンボウをさばいた時に絶対いつかナタいる魚来るなと思って買っといたんですよ。よいしょ。お腹割っていきます。おお、すげえ。これが肝臓かな。牛とか豚のレバーみたいですね。そのぐらい色が濃い。で、これ胃袋になんかすげえ魚が入ってる。うわー、これ臭そうだな。いやいやこれはやばい。溶けたレンコダイが入ってました。臭い。臭すぎる。超レアだよ、これは。ブリとヒラマサのハーフ、ブリマサの卵ですね。僕、ブリはかなりさばいたことあって、卵たくさん見てるんですけど、ブリの卵と明らかに違う。ブリの卵より色味が薄くて、こう、粒が細かいというか、ヒラマサに近いのかな。初めて見ました、こんな卵。俺ね、ブリとかヒラマサの血が手につくとかぶれてくるんですよ。そういう体質の人結構多いと思う。なんでかぶれるんだろうな。ほんと黒い、てててててってなるんですよね。血合いを描いていきます。はい、そうしましたらこのようにある程度血合いが取れました。血合いもすげえ頑固ですね。なかなか綺麗に全部は取れないですわ。ちょっとせっかくなんで、すき引きにしてみましょうか。
ここら辺はお腹抜いちゃったんですき引きできないので、こんな感じにすき引き終わりましたと。こっち側もすき引きしていきましょうか。今日の動画ね、かなり長い動画になりますんで、本当に飛ばし飛ばし見てくださいね。はい、ではこのようにすき引きが完了しました。そうしましたら、おろしていきます。3枚でいきますか。まず下から1本入れて、3枚おろしでいけるかな。際どいな。よいしょ。あ、ほんとだ。ひっくり返すのだけでも一苦労ですね。で、背中に入れて、よいしょ。しゃあ、いけるかな。いきます。尻尾から入れて、よいしょ。いきます。せーの。よいしょ。はい。こんな感じですね。身はね、赤いですね。うん。油がめちゃめちゃ乗ってるっていう感じのミスではないです。ほんとだ。ヒラマサみたいなブリみたいな身してる。よし。そしたらこっち側も同じようにおろしていきますね。下から入れて、反転。よいしょ。よいしょと。この台所でさばけるかなと思ったんですけど、案外いけましたね。あと10キロアップぐらいいきそうだな。30キロぐらいのヒラマサだったら、このぐらいの台所でさばけるな。もう頭落としちゃえばこっちのもんっていうとこあるんでね。よし。そしたら尻尾から包丁を入れて、はい、このように、おろせましたと。これはね、一人じゃ食い切れないんで、もういろんな人に配ります。渥美拓磨会長、ご近所さん、家の近所の人たち、親戚、親、もういろんな人に食わせます。ブリマサ。果たして美味しいのかどうか気になるところですね。ちょっと僕も早速食べてみようかな。お刺身で食べてみたいですね。ブリとヒラマサのいいとこ取りらしいんで、めちゃくちゃ気になります。よ
ちの背中の方いただきますね。皮を引いていきます。で、柵取りしていきます。こんだけ大きかったらかなり柵ができるな。一つ。結構硬いな、筋っこい。3本で、こっちは立てて半分に4本5本ですね。で、ここら辺のちょっとコリコリのところを3切れと、ここら辺、こっちのブリに近いようなこの密室、ここら辺を3切れ。よいしょ。醤油を大胆にかけて、まずはこっちの油の乗ってそうなコリコリっとした感じのところをいただきます。いただきます。なにこれ、不思議だなこれ。確かにブリの風味もあれば、ヒラマサのコリコリ感もありますね。でもどっちかというと、ブリに近いのかな。じゃあ次はこっちの柔らかそうなところをいただきます。あ、でも全然ブリじゃないな、こっちは。逆にこっちの方が、ヒラマサの味を感じる。何これ、めっちゃ不思議だな。ブリ独特のあの香りが少ない。かといって、このヒラマサのコリコリっとした感じもなくて、なんかもう何とも言えない味ですね。さっぱりとしたブリっていう言い方とはまた違うんですよね。これ説明するの難しいな。でも知らない人がこれパクって食べたら、ブリって言っちゃうんだろうな。僕がこれお寿司屋さんとか居酒屋でパッて出てきたら、美味しいブリですねって言うかもしれないです。でもブリマサって知ってて食べると、なるほどなと思える味でした。かといって、この人工的にブリとヒラマサを交配させてまで、この種類を作るメリットはない味だなとは思いましたね。物珍しいのは間違いないですけど、わざわざ人工的に作るまでの味ではないなと思いました。多分今の技術だったら、人工的に交配させることもできるんじゃないでしょうか。でもこういう風に自然界で2種類の違う魚が交わってハイブリッドのお魚ができるっていうケースは、そんなに珍しいことではなくてですね、例えばトラフグとマフグっていう種類が交わってハイブリッドのトラフグができるんですよ。それがすごく問題になったことがあって、なんで問題になったかというと、トラフグっていうのは皮が食べれるんですよ。で、マフグっていうのは皮は食べれないんですよ。一般的には毒があるって言われてるんですよね。その二つが合わさることによって、皮に毒があるトラフグが完成しちゃうんですよ。だからお魚ってね、面白いんですよ。そういうのもね。またこういうハイブリッドのお魚、手に入りましたら紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日は、ブリとヒラマサのハーフ、ブリマサをノーカットでさばいてみました。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。